こんにちは。いつもありがとうございます。今日はミラノ風ポークカツレツを作っていきます。使った豚肉はこちらですね。1枚 120g の豚肩ロース肉を使いました。脂身が気になる方は豚ロースの肉を使ってもらっても大丈夫です。まずはこの白い部分に筋が入っていますので、包丁で数箇所切り込みを入れて食べやすくしておきます。そして各面に塩1つまみずつと胡椒を少々して下味をつけておきます。本来のカツレツは薄切りにした子牛肉にパン粉をつけてたっぷりのバターで揚げ焼きをするようなお料理です。今回はミラノ風のポークカツレツということで豚肉を使ってます。そしてこの豚肉を軽く伸ばしてそこにパン粉をつけていくんですけれども、そこのパン粉にチーズを加えてミラノ風という感じに仕上げてます。そしてバターはたっぷりのバターではなくてオリーブ油、少量のオリーブ油で揚げて、最後にそこにバターを加えてバターのコクを全体にまとわせるような手順になります。調理工程は比較的簡単ですので、ぜひよかったら試して作ってみてください。下味をつけた豚肉はこのようにラップで挟んで綿棒かまたは空き瓶などで叩いてだいたい 5mm ぐらいの厚さに伸ばしておいてください。次はボウルに溶き卵を1つ作っておきます。そしてそこに先ほど伸ばした豚肉をつけて約5分ほどつけておきます。こうすることによって次につけるパン粉がしっかりと豚肉につくようになります。このようにラップをしてしっかりと密着させるような感じで置いておくとより馴染みやすいかなと思います。そしてレモン4分の1個分はこれは仕上げに食べるときにかける用のレモンです。このレモンも結構ポイントになってきますので用意していただいた方がいいかなと思います。次はパン粉の用意です。今回使ったパン粉は 1.5 カップぐらいですね。これを大きめの袋に入れて先ほど使っていた綿棒を使って軽く細かく砕いていきます。この工程が少し面倒な場合は別にしなくても大丈夫ですけれども、より細かい方が豚肉に馴染むというか綺麗にパン粉がつきますので、よかったらこの工程も入れてください。そしてバットなどに移してここでミラノ風にしたいのでパルミジャーノレッジャーノを削っていきます。だいたい大さじ4ぐらいですね。5とか6とか少し多めでも大丈夫です。でパルミジャーノレッジャーノがない場合は粉チーズを使ってもらっても大丈夫です。これをパン粉としっかりと混ぜ合わせていきます。そして5分つけておいた豚肉をこのパン粉につけていきます。本来とんかつなどを作るときは小麦粉、卵、パン粉の順でつけていくんですけれども、今回は卵にこのようにしっかりと漬け込んであったのでパン粉もつきやすくなってますから小麦粉はなしでいきます。豚肉を最初パン粉に移すときは手は使わない方がいいですね。このように菜箸などを使って移した方が手にパン粉がつかずに済むと思います。ある程度両面にパン粉がついたらこのように手を使ってしっかりとパン粉をつけるようにしてください。片面にしっかりとパン粉がついたら反対側にも手を使ってしっかりとパン粉をつけるようにしてください。ここでしっかりとついていないと揚げた時に剥がれてしまって見栄えもちょっと良くないのでしっかりと丁寧につけるようにしてください。それでは揚げ焼きにしていきます。フライパンにオリーブ油を深さだいたい 5mm ぐらい目安で入れてください。そして火にかけて170度まで温度を上げます。目安としては濡れた菜箸を入れるとこのように勢いよく泡が出るぐらいが目安です。170度付近まで上がったら弱火にして油跳ねに注意しながら先ほどの豚肉を入れていきます。そしてここから2分揚げます。2分後ですね。ひっくり返して反対側も約2分揚げてください。さらに2分が経ったらもう一度ひっくり返して次はバターを入れていきます。
バターの量はだいたい 20g ほどですね。オリーブ油にバターを加えて、バターが溶けたらスプーンを使ってこのようにかけてバターのコクを全体にまとわせます。このバターをかけるのが片面約30秒ずつぐらい目安にかけてください。両面30秒ずつバターのコクをまとったオリーブオイルをかけたら取り出します。取り出したら 2,3 分ほど休ませて油をしっかりと切っておきます。盛り付けは至ってシンプルですね。特にソースとかもかけないのがこのカツレツになりますので、バターの風味とチーズのコク、そして最後にかけるレモンで美味しくいただく料理です。この料理には白ワインがとってもよく合いますので、ぜひ合わせてください。今回合わせているワインはオーストリアのグリューナーベルトリーナという品種を使ったワインです。白胡椒の香りですとか、あとリッチなミネラル感にレモンやグレープの香りが特徴の白ワインで、すっきりとした味わいで今回のカツレツにもぴったりのワインになってますので、よかったら試してみてください。店頭ではあまり見かけないかと思いますので、ぜひ試したい方はネットで検索していただけると見つかるかと思います。ラベルには音楽家のベートーベンの顔が描かれてますので見つけやすいかなと思います。最後までご覧いただきありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。